サウンドバーって流行ってるみたいだけど、たくさん出てて、全然違いわからないんだよな。そんな疑問にお答えすべく、今回も調べてきました。今回は大手4社のサウンドバーの強み、弱みを解説していこうと思います。なお、サウンドバーをきちんと選ぶにあたり、最低限の知識はどうしても必要となります。パススルーや EARC と聞いて、何それって思われた方は、こちらの動画で用語から選び方、接続までしっかり解説していますので、この動画をご覧になられてからご視聴いただいた方がより理解が深まるかもしれません。概要欄に URL を貼っておきますので、気になる方は参考にしてみてください。それではやっていきましょう。それでは早速大手4社、ソニー、ヤマハ、デノン、ボーズの比較をしていきましょう。なお、事前に次買い替えるとしたら、どのメーカーにするかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ソニーが圧倒的な人気を誇り、次いでヤマハ、ボーズという順でした。ある程度は分かっていましたが、ソニーの音響機器には定評があり、人気の高さが伺えます。さて、今回の比較項目は、チャンネル数、パススルー機能、EARC 端子、ハイレゾ音源対応、特徴、価格、口コミ、レビューサイトの満足度の8項目に絞り、上位機種を基準に各メーカーの強み、弱みを解説していきます。まずはチャンネル数です。ホームページ上で確認できた各社のラインナップも含めてご紹介していきます。ソニーのラインナップは発売予定のものも含めて7つあり、7.1.2 チャンネルから 2.1 チャンネルと幅広く、今回ご紹介するメーカーの中では最も豊富なラインナップです。7.1.2 チャンネルの数字の意味は、単純にスピーカーの数というわけではなく、異なる音を出せるスピーカーは何個あるかという意味です。この場合は7種類の異なる音を出せるスピーカーに加え、低音を担うウーファーが1つ、そして上方向に向いたスピーカーが2つあり、上方向からの音にも期待できるモデルとなります。チャンネル数が多いほど正面からの音、左からの音、右からの音といった音の聞こえてくる方向を表現できる数が増え、結果として音に包まれるサラウンド効果が高まり、より臨場感あふれたサウンドとなるでしょう。サブウーファーは内蔵型のワンボディのものが多いですが、モデルによってはオプションスピーカーにも対応しており、外付けのサブウーファーやリアスピーカーで拡張することができます。低音の迫力を求めるのであれば、外付けサブウーファーの方が有利ですし、サウンドバーのサラウンドでは後ろ方向のサウンド再現は難しいので、リアスピーカーは嬉しいですね。ただし、ここまでやるなら素直にホームシアターシステムを組んでも良いかもしれません。続いてヤマハです。ヤマハのラインナップは4つあり、7.1 チャンネルの上位モデルと 2.1 チャンネルのモデルがあります。ただし、上位モデルの方は2016年製で在庫限りで終売となりますので、発表はまだありませんが、そろそろモデルチェンジとなるかと思われます。次にデノンです。デノンは主にホームシアター向けの音響機器やミニコンポなどを製造販売しており、低価格機から高級機まで幅広い機種に対応しています。そんなデノンのラインナップは5つで、3.1.2 チャンネル、2.1 チャンネル、2.0 チャンネルとなります。外付けサブウーファーのあるタイプも多く、2.0 チャンネルのモデルはソニーと同じくオプションでサブウーファーを拡張できます。上位モデルでは上方向のスピーカーも新たに追加してきました。続いて BOSE です。スピーカーを主としたアメリカの音響機器メーカーで、BOSE といえば重低音に定評があり、ファンも多くいらっしゃいます。BOSE のラインナップは4つ。チャンネル数については非公開で、外付けのサブウーファーはありませんが、こちらもサブウーファーを拡張することができます。必要があればサブウーファーを追加してというのが BOSE の考え方なのだと思います。他社と同じく上位モデルでは
上方向のスピーカーも備えます。低音は中広域の音と比較すると指向性がないので、サブウーファーの配置位置はどこでも良いですが、個人的には耳より前のどこかに置いておけば間違いないと思います。次にパススルー機能と EARC です。詳しい機能はこちらの動画でしていますので割愛しますが、簡単に言うと接続によって映像や音声が劣化しないかどうかという内容です。パススルーはテレビを経由しないで接続する際、レコーダーやゲーム機から出力された映像を劣化なくテレビに出力できる仕組みです。モデルによって対応範囲は違いますが、ソニーは解像度の規格 4K と明るさの規格ハイダイナミックレンジに加え、ゲームなどでおなじみの 4K120p、さらに 8K HDR まで対応し、カバー範囲は最も広いです。ヤマハ、デノンは 4K HDR パススルー、そしてBOSEは対応なしです。EARC はテレビを経由した接続をしても、EARC 端子がテレビとサウンドバー両方にあれば、どんな音声でも劣化なく楽しめる仕組みです。少し前までは対応しているメーカーが限られたのですが、今ではテレビとともに各社対応してきています。特にデノンとBOSEは最近のモデルまで EARC 対応モデルがなかったことから心待ちにされていた方も多かったかもしれませんね。どちらの接続でも音質に差はありませんので、ご自身のサウンド環境によって選択すれば良いかと思います。続いてハイレゾ音源対応です。ハイレゾ音源とは音楽 CD を超える情報量を持つ音楽データのことです。音楽 CD ではカットしてしまう音も収録できるので、今まで聞こえなかった曲のディティールやニュアンスまでも肌で感じることができ、臨場感を体験できる機能です。モデルによって違いますが、ソニーとデノンが対応します。ヤマハは再生可能なものの、ダウンサンプリング再生しているので、認証マークはありません。なお、スマホなどからの Bluetooth を使った音楽再生は、ご覧のようなコーデックに対応しています。音質的には決して良くない SBC が多い中、ソニーとヤマハは iPhone などで使われる AAC も対応。そしてソニーはハイレゾ音源である LDAC まで対応しています。ただし、再生させる側も LDAC に対応する必要があり、スマホで言えば現状 Xperia ぐらいしか選択肢がないのがネックです。次に特徴です。ソニーの特徴はバーチャルサラウンドです。ソニー独自のデジタル処理技術により、前後左右の音表現だけではなく、上に向いたスピーカーがない場合でも、高さ方向の音を再現する疑似サラウンドです。また、上位モデルとなると、拡張したオプションスピーカーの置かれている環境を把握。その情報をもとに、リビングが音で満たされるような360度の立体音響を体験できます。ソニーは全体的にサラウンドに力を入れている構成と言えるでしょう。次にヤマハです。ヤマハの特徴はデジタルサウンドプロジェクターです。最上位モデルのみの搭載ですが、疑似的なサラウンドではなく、多数のスピーカーによる反射を利用したリアルサラウンド方式を採用しています。音をビーム化させ、壁に反射させることで、実際に壁から音が聞こえ、自然でリアルなサラウンド環境を実現します。付属のマイクを使って約3分間の測定をすることで、ビーム角度、音量、音質を各チャンネルごとに自動調節してくれますので、自然な定位感が得られます。ただし、音のビームを壁に反射させる特性上、壁までに物が多かったり、部屋が広すぎると十分に効果が得られないことがあります。続いてデノンです。デノンの特徴はピュアモードです。ピュアモードは原音への脚色を行わず、ソースの音を可能な限りストレートに再現するモードです。興味深い機能ですが、2チャンネル程度のサウンドバーだと
少し物足りなく感じることはあるかもしれません。次に BOSE です。BOSE の特徴はクワイエットポートテクノロジーです。クワイエットポートテクノロジーは低音をクリアにする機能です。小型なデザインでは開口部も小さくなり、音量を上げると開口部が小さいために風切り音のようなノイズが発生したり、こもって聞こえたりします。これらを BOSE ならではのノウハウにより、音の経路に特殊なスリットを入れ、空気を適度に逃がしてやることで軽減しています。これにより、厚みのある低音とノイズ低減を両立しています。それから、フェイスガイドアレイと呼ばれるメッシュ状の構造も持ちます。これはサウンドビームを多方向に出力し、室内に任意反射させることで、多方向から音が聞こえる疑似サラウンドの効果があります。続いて価格です。各社の上位から下位モデルの現価格を記しています。サウンドバーはモデルグレードによって価格差が大きく、比較が難しいですが、ソニーと BOSE が高く、ヤマハとデノンは比較的安い傾向です。エントリーモデルに関しては、ヤマハのコスパを褒める声が多かったです。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、後で参考にしてみてください。続いて口コミです。音質については感じ方は人それぞれで個人差が大きいですが、テレビのスピーカーと比較すると良くなったという意見が各社多かったです。オーディオにこだわりがない方でも、個と低音の違いは感じやすいでしょう。なお、テレビのサウンド満足度と環境のアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、およそ3割の方がテレビのサウンドに不満を感じ、4割の方がサウンドバーの設置やホームシアターシステムを組んでいました。サウンドバーをお使いの方、意外に多いなという印象ですが、テレビのサウンドより迫力のあるサウンドとなるので、一度耳が慣れると手放せなくなる方も多いようです。ソニーはサブウーファーやリアスピーカーの拡張性を褒める声がありました。スペースの関係でその時避けなくても後で拡張できるのは嬉しいですね。それから機能が豊富なのが好評でした。パススルー機能や EARC、ハイレゾなど全対応しているのはさすがだと思います。また、サラウンドについては音に包まれる効果がすごいと絶賛する声がある一方、期待したほどでもなかったという意見もありました。感じ方は人それぞれなので、過度な期待は禁物かと思います。悪かった意見としては、下位モデルだけなのですが、サラウンド機能が強すぎて、人の声が聞こえづらいという意見がありました。電車の中で会話すると、走行音が邪魔して声が聞こえづらいのと同様、周りの環境音が大きいようです。それから価格が高すぎるという声がありました。続いてヤマハです。コスパが好評でした。ヤマハは上位モデルのモデルチェンジがしばらくないこともあり、どちらかというと価格的にも手を出しやすく、機能も充実している下位モデルの人気が高いです。悪かった意見としては、上位モデルのモデルチェンジを望む声がありました。6年前のモデルなので、機能的に他社より少し見劣りする部分も出てきているように感じます。それから好評な下位モデルの後継モデルが発売されましたが、それまであったパススルー機能がなくなったことが残念という声がありました。EARC 端子もないので、音声によっては劣化は免れませんが、個人的には 2.1 ちゃんのエントリーモデルなので、価格が安くなるならこの仕様でも問題ない気はしますね。次にデノンです。強調しすぎない低音が良いという意見がありました。感じ方に個人差はもちろんありますが、バランスがとても良いと好意的な意見が多かったように感じました。それからコスパを褒める声がありました。悪かった意見としては、リモコンが少し聞きづらいという意見がありました。それから最新上位モデルがドルビーアトモスのライバルである DTS 系の規格に非対応となり
残念という声がありました。映画館をはじめとして配信系の3次元立体音響はドルビーアトモスを採用しており、一番優勢なのは間違いないと思いますが、DTS:X の音声の方が良いという方もいらっしゃるので、DTS:X 対応のブルーレイディスクを好んでよくご覧になられる方は注意してみてください。続いて BOSE です。BOSE は最大の特徴である低音の味付けが好評でした。強烈な低音は人を選ぶかもしれませんが、好きな人にはたまらないようです。それから今更ですが、EARC に対応したことで、ドルビーアトモスに対応したのが嬉しいという声がありました。これはどういうことかというと、BOSE はパススルー EARC に伝統的に対応してきませんでした。それは劣化した音声データでも独自でアップコンバート、味付けをして BOSE 流のサウンドに変えることに絶対的な自信を持っていたからです。しかし今回 EARC に対応したことで劣化なしの音声データを受け取れるようになりました。単純に考えると情報量が増えるので、より良質な音声が得られるかもしれませんね。悪かった意見としては価格が高すぎる。それからアプリによる設定が少しわかりづらいという意見がありました。最後に満足度です。これは現モデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。そう大きな変動はありませんでしたが、前回はBOSEが僅差で最も点数が高かったですが、今回はデノンが最も高い満足度でした。デノンは前回調べた時よりもモデルラインナップが充実してきているので、点数が高いのもうなずけます。一方ソニーは上位モデルの評判は非常に高いものの、口コミにもあった下位モデルの人の声の聞こえづらさが少し点数に影響してしまったように感じました。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、コスパの良いオーソドックスなモデルをお探しであれば、ヤマハやデノン、同じくコスパが良く低音を重視されている方であればデノン、強烈な低音に定評があり、その音に惚れ込んだ方はBOSE、ドルビーアトモスにも対応し、隙がなくなりました。サラウンド効果を体験したく、将来的な機能性も申し分ないモデルをお探しであれば、ソニーが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。最終確認では、本体の高さも調べた方が良いでしょう。せっかく候補を絞ったのに、本体の背が高すぎて、テレビの画面にかかってしまうということもあります。その場合、背の低いサウンドバーに変えるのも手ですが、テレビの方をかさ上げする、このようなラックもありますので、サウンドバーの音の経路を阻害しないならば、これでかさ上げしても良いでしょう。最後になりますが、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。サウンドは感じ方が人それぞれなので、可能であれば量販店での視聴をお勧めします。人によってはお気に入りの映画が収録されたブルーレイディスクを持ち込んで視聴するなんて方もいらっしゃるようですね。ちなみにシャチパンが持っている映画のディスクはトイストーリー3だけで、しかも DVD なので持ち込んでも意味がないかもしれませんね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。俺がついてるぜ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 。そうか。